こんにちは。ネイリスト中山千恵子です。今回はサロンワーク動画です。今回何を作るかというと、グミ部屋のネイルです。クマ型のグミみたいなネイルを作っていきます。まず、お客様から事前にデザインのオーダーをいただいていたので、クマのパーツ部分を先に作っておきます。今回はですね、この使っているシリコンモールドは、こちらは楽天かなGoogle で検索した時にね、クマ、グミ、シリコンモールドとかで検索した時にね、出てきたものを購入しました。まずは、このシリコンモールドのくぼみのところにレジンを入れて硬化していきます。色はね、ちょっとお客様来てから決めるので、まずはクリアの状態でクマ型のグミをいくつか作っておきます。くぼみにレジンを入れたらライトで硬化すると、なんととっても簡単にこのグミっぽい形のクマさんが作れてしまいます。たくさんね一気に入れてしまうと、この手のところ特にくぼみが深いのでうまくきれいに入らないので、さっきみたいにね筆でこまめに一部分一部分入れていきます。結構ねサイズ小さめですね。それでは早速お客様ご来店いただいたので施術の方をしていきます。お客様のネイルかなり長めなんですけれども、実はお客様地詰めです。スカルプチャーとかでね長さ出しをしているわけではなく、なんと地詰めが長く伸びております。いつも地詰めを伸ばされているお客様なので、あんまり地詰めに負担かけたくないなっていうのと、厚みもある程度あった方が地詰めの補強になってくれるので、今回はリペアでニューセットしていきます。先端を短くしてから表面を削っていきます。表面を削っていくときに、オフの時はねあんまり気にせずどんどん削っていくんですけれども、リペアの場合は表面の形をスカルプチャーのね形と整える時のようなイメージで丸みを意識しながら削っていきます。オフの時と同じで一本一本をずっと削っていると摩擦熱が伝わって熱くなってきてしまうので、リペアの時も徐々に表面の形を整えていっています。なのでね、これから何周かしていきます。
ある程度表面をマシンで削っていったら、ファイルを使ってより細かくカーブをきれいに整えていきます。アウトラインをまっすぐ整えたり、甘皮付近の爪とジェルの境目の段差を取るときもファイルの方が綺麗に取りやすいので、この辺は特にファイルで入念に削っていきます。中指はですね、実は先ほどマシンで表面削っている時に地爪にひびを発見しました。で、結構ひびが深そうだったので、ジェルの硬さだと補強心配かなと思いまして、一度オフをしてからアクリルでフローターで補強をしてジェルネイルをしていくことにしたので、中指だけね、今飛ばして他の指を表面削っています。そしたら中指はオフ用液で溶かしている間にもう片手も同じように削っていきます。元の手に戻ってきます。そしたらまずちょっと中指様子を見てみます。まず溶けている部分を落としていきます。ひびがですね、本当に血は出てなかったりとか、お客様もひび割れ痛くないって言っていたのが本当に幸いだったんですけれども、結構肉寄りでしたね。本当にハイポのギリギリというところがひび割れていたので、これもうちょっと奥がひび入っていたら結構まずかったのではないかなというような位置だったのでね、ちょっと気をつけながら表面も削っていきます。あんまりね、このひびのところグラグラさせてしまうとお客様痛いとは思うので、指でね、押さえながらなるべく衝撃が走らないように削っていきます。アクリルを乗せる時もジェルと同じように甘皮は押し上げてケアをしていきます。ひびが入っている部分にネイルグルーをつけて一度乾燥させます。アクティベーターというグルーを早めに乾燥させる液体もあるんですけど、最近ね、グルーをそこまでサロンで多用していなかったので、アクティベーターがなかったので、乾燥するまで時間を置きたかったので、他の指も先に甘皮のケアをしていきます。
そろそろグルーが乾いたので中指の作業をしていきます。グルーのところ表面がつるっとしてしまうので、表面にスポンジファイルをかけて表面をねザラザラにします。でその後にプレプライマーを塗っていきます。ジェルネイルの時もなんですけど、プレプライマー塗った後になんかねバリがふわっと浮き出てくる時があるので、バリは気づいた時にしっかりと取っておきます。で表面にプライマーを塗ってアクリルの準備をしたらフローターをしていきます。でフローターはこういう爪の表面を補強していく作業のことをフローターと呼んでいます。これはアクリルでもジェルでも同じですね。で長さ出しをするときはジェル使ってもアクリル使ってもスカルプチャーという呼び方をしています。でちょっと今回ひびが深めなので、ほんのりいつもよりは厚くアクリルを乗せていっています。アクリルは時間で硬化していくので、フローターの時もねちょっとピンチを入れたいので、今の間にもう片手もねちょうどオフが1本あったので、こちらのオフをしながらタイミングを見て戻ってきます。で表面固まってるかを確かめて、ちょっとねまだ柔らかかったんですけど、アクリルは温度が高い方が効果が早くて、低い方が効果が遅いんですね。なので爪の先端だけちょっと柔らかいなっていう感じだったんですけど、ネイルベッドの方がなんかいい感じに硬いかなと思って、ちょっとねピンチを最初優しく入れようとしたらちょっと先端ボコッと出ちゃったので、それをね戻してもう一回しっかりピンチをして表面固まったかと確認をしてという作業でした。それではアウトラインと表面も削っていきます。必ずねいつもアウトラインから先に削っています。フローターの補強が完成しました。それでは他の指も全体的に表面にスポンジファイルを使って、表面の目を細かくしています。いつもオフしてニューセットするときも地爪にスポンジファイルかけてるんですけれども、それと同じ作業です。今回はリペアなのでプレプライマーは地爪が出ている根元の部分に塗っていきます。プレプライマーは爪の水分や油分を調節してジェルネイルの持ちを良くしてくれるための液体なので、もちろんいつもの癖でジェルネイルこの爪全体に塗ってジェルネイルの上に塗っちゃってももちろん問題はないんですけれども、特にね塗る意味はないので地爪の部分にだけ塗っています。それでは早速ベースジェルを塗っていきます。ベースジェルを塗るときは根元から先端まで塗っていきます。で、ほんのり根元の方だけ厚みを持って塗っています。先端の方は前回のジェルネイル残ってるので厚みあるんですけれども、根元の部分は厚みが地爪だけの状態なので、ほんのり厚く塗って、リペアの部分と
なるべくね、ちょっとだけでも厚みを近づけるようなイメージで塗っています。それではカラージェルを塗っていきます。今回はクリア系のカラーを5色使って、両手に1色ずつ色を塗っていきます。で、交互に左右1本ずつ塗っていくので、カラージェルの部分だけ今回は両手で撮影をしております。カラージェルが塗り終わりました。この後、冒頭で作ったクマ型の透明のパーツを爪に乗せていきます。一回形をお客様に見てもらって、確認してもらってから、ビジュージェルを爪の真ん中あたりに乗せてパーツを置いていきます。クリアで作ったクマのパーツにベースのカラーが透けて、ベースのカラーの色のグミっぽい雰囲気に見せることができます。ちょっとね、今回はパーツ大きめなので、一本一本仮硬化して位置がずれないようにして置いていきます。パーツの下にはみ出たビジュージェルはそのまま硬化してしまうとトップコートをね塗っても結構デコボコ感気になるので、しっかりと拭ってから仮硬化してます。それでは表面にトップジェルを塗っていきます。まずはしっかりとこのパーツの爪との境目のところにトップジェルを押し込んでいくようにしっかりめに丁寧に塗っていきます。
最後、ノンワイプトップジェルを塗っていくんですけれども、その前に、小指の部分、サイドにトップジェルがね、ちょっと漏れてしまっていました。申し訳ない。やってしまいましたね。なので、ノンワイプトップジェルを塗る前に、皮膚についてしまったところはしっかりと削って取っておきます。皮膚についてしまっているジェルをそのまま残しておくと、そこからね、とっても浮きやすいです。なので、ついてる部分はしっかり削り取って、デコボコっとそこがなってしまうと、そこも引っかかりになって浮きやすくなってしまうので、引っかかりがない綺麗に塗った時のような状態になるように、表面も軽く削って形を整えておきます。で、ノンワイプトップジェルは全体的にしっかり塗っておきます。で、このパーツのデコボコの上もノンワイプトップジェルを塗っていくので、全部塗ってから硬化してしまうと、デコボコの上の部分のジェル、下にね、流れていってしまいやすいので、一本一本、カリー硬化をしながら塗っていきます。ようやく5本カラフルなグミネイルが完成しました。いやー、このグミネイル、なんでグミっぽく見えるんですかね。このクリアのぷっくりがクリアカラーに乗ると、とっても美味しそうに仕上がりますね。しっかりオイルで保湿をしたら完成となります。とっても美味しそうなグミネイルの完成です。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録がまだの方がもしいましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね。